49カ国行きました。病気になっちゃって、もう治療中は海外行けないんで、自分だけの家族が欲しかった。自分の家族欲しかったけど、子供が産めなくなるなんて思ってもなかった、考えてもなかったから、9時間半、リンパにもう転移しちゃってたから、お腹をかなり大きく開けないといけなくて、元気になるためなのに、死ぬほどきつい。死んだ方が楽じゃないっていうのがやっぱよぎっちゃうんですよね。あの時あんなに死にたかったのに、10年後に生きたいって思ってるんだって思いました。絵も好きだし、音楽も好きなので、DJ と画家やりながら、もう今日だけ頑張るです。明日のことは考えない。それではインタビュー始めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。まずお名前と年齢を教えてください。赤江です。29歳になりました。よろしくお願いします。お願いします。赤井さん、普段今はどういう生活されてるんですか？仕事は、アイドルのお世話役？メイク講師から始まって、SNS 面だったりとか、あと、ちょっとプロデューサーに言えないようなことが私に言ってきてくれたりとか、あとは SNS の運用代行してる会社さんがあって、そこでちょっとお手伝いみたいな感じで入ったりしてます。赤江さん、ちょっといろいろな人生について聞きたいんですけど、まず子供の頃、幼少期の頃のお話聞きたいんですけど、日本で暮らして、中2からニュージーランドです。仕事の都合とかじゃなくて？一人で13歳。何歳までいられたんですか？ニュージーランドは18歳まで、高校卒業までいて、で、大学がニューヨーク。でも2年で中退しちゃいました。全然日本とニュージーランド、ニューヨークの生活って全然違うと思うんですけど、海外生活で一番印象に残ってることって何ですか？印象に残ってること？でもこの、病気が発覚する前まで1年間海外で生活してたんですよ。海外で仕事してて。それはニューヨークで？もうほんと、49カ国行きました。病気になっちゃって、もう治療中は海外行けないんで、で、もう契約解除になっちゃったんですけど。すごい、そんなに外国回るっていうのは通訳のお仕事？そうです。通訳、付き人兼通訳兼秘書兼みたいな、ほんと付き人みたいな。当時の夢とかって、将来何になりたいとかってどう考えてました？ 10代の時は画家になりたくて、美大に行きたかったんですよ。ニューヨークの。でも、ダメだよって言われて、そりゃそうじゃないですか。普通の大学行った方がね、就職とか、そういうのに関わるんで、ちょっと美大はって言われて、分かったよ。でも画家になりたいっていう夢がありました。10代はずっとそうでした。一番最初に体に異変を感じたっていうのはいつ頃？これがあんまりはっきりと覚えてはいないんですけど、ちょうど去年の夏発覚したのが、12月なんですけど、癌って。夏に、3カ国で突然熱出して、私そんな風邪ひかないタイプなんですよ。体丈夫だし、体力もあるし、なのに1週間ぐらい熱下がんなくて3回とも。なんでこんな熱下がんないんだろう、おかしいなって思ってて、多分ちょうどそのぐらいに、
この下っ腹がキリキリ、なんかキリキリする気がする。はいはい。で、毎日なんですよ。生理痛ぐらいです。全然軽い。本当に気にしてなかったです。病院にはすぐには行かなかった？行かなかったですね。大したことないって本当に思い込んじゃってたんですよ。私の過失です。常にキリキリするような感じになって、で、触った時に、こうやって両方こうやって触ったら、こっち硬いしこりがある気がして、あれこれやばいかもってなったのが多分10月とか。で、11月に日本に帰る予定だったので、まあ卵子凍結もしたいし、年齢的に。はいはい。日本帰ったら病院行こうって思ってます。今思えば、もっと早く病院行けばよかったな。絶対もっと早く行っとくべきだったし、がん保険も入っとくべきだったなって思う。ああ、がん保険とかもある。最初に病院に行ったのは11月。下旬？何かとかにかかる。産婦人科。何かに行って。たら、ちょっとなんか病院がざわざわってし始めて、って思ったら、もう明日にでも大学病院行ってください。卵巣って普通親指ぐらいの大きさらしいんですけど、6センチぐらいまで腫れてます。で、おそらく卵巣脳腫で、まあ薬でどうにかなるものじゃないから、手術して切って取んなきゃいけない。で、もう12月にはまた海外行く予定だったから、もうじゃあさっさと取ってしまおうぐらいに思ってたの。その時はそういうがんとは思わなくて、最初の1回目の手術まではがんって分かってなかったです。その1回目の手術は腫瘍を取るぐらいの。そう、卵巣脳腫、はい、よくある卵巣脳腫だと思われてたんで。実際にがんですっていうの分かったのはどういう経緯で？病理検査で、1回目の手術って腹腔鏡って言って、お腹に穴を開けて、中にガス入れてお腹ポンポコリンにして、こうなんかこうマジックハンドみたいなカメラ入れてチャチャチャって一番簡単なお腹の手術なんですけど、その卵巣が腸に癒着しちゃってたと。もう腸にべったりくっついちゃってて、その手術じゃ取れない。ちょっと組織だけピッて取って、もう一回お腹閉じましたって手術後に言われて、だからまだあるって。そう、腸ごと切んなきゃいけないから、もう一回手術だよって言われて、で、ごめんけど、来月海外行けないと思うって直後に言われて。赤井さんの年齢とか、若い世代って、がんってあんまなるって思わないじゃないですか。思わない。一生なるって、一生ならないと思って。なってもなんか自分の親ががんになったとか、おばあちゃんとか。親戚のおじいちゃんおばあちゃんがとか、そういうのは聞くんですけど、まさか若い方が、お医者さんにそのがんっていう言葉を言われた時って最初にどう思いました？何も知らなかったから、取って終わりだと思ってたんですよ。がんについての知識もあんまりない。全くなかったから。がんですよ。じゃあ取りましょうね。おしまいみたいな。とにかく仕事だったから、もう早くしてっていう。じゃあがんって知らされて、もう悲しくて泣くとかではなく、もう時間ないからすぐ取って仕事を。もう早くしてください。そこから、もう一回手術をしなきゃだよ。で、そう、2回目の手術は大きかったんです。手術の、難易度というか。そう、9時間半。リンパにもう転移しちゃってたから、お腹をかなり大きく開けないといけなくて。腹腔鏡ではもう取れない。もう、回復手術です。
縦まっすぐ。あ、じゃあ、結構。28センチ。傷跡あります。で、卵巣を取って、卵巣を取るのに、28センチも開けなきゃいけない。リンパに転移してたんで、それがちょっと上の方だったんですよ、転移が。じゃなかったら普通はへそ下だけで済むんですけど、もう転移しちゃってたんで。怖くなったりしませんでした？そこまでしました。でも、それで終わりだと思ってたんですよ。これ頑張ればって思ってたら、2回目の手術の後に、やっぱ子宮ごと全部取らないと、生存率低いっていうのを言われて、また手術みたいな。その時が一番辛かったかもしれないです。クリスマスに2回目の手術をして、で、年明け、クリスマス年末年始病院で、年明けて、退院して、1週間後の検診で、それ言われて、その場で確か泣き崩れましたね。その泣き崩れたっていうのは、どうして？また辛い思いするのかっていうのと、術後30時間寝れなくて、てかもう本当に痛いんですよ。術後。痛くて寝れない。痛くて寝れない。で、脊髄に直接チューブ入れて、麻酔広角麻酔っていうのがあるんですけど、それ1時間に1回しかできなくて、45分ぐらいで切れるから、また激痛始まるし、息もできない。横隔膜とか全部切ってるんで、腹膜とか。だから、息苦しさと、意識が寝ようとすると、死んじゃうってなって起きるんですよ。ハイパービジランスって言うんですけど、寝てる間に大怪我を負ってるわけじゃないですか。で、脳からしたらわけわかんないから、敵に襲われたって思うみたいで、寝ようとするとまた、死んじゃうって起きるし、痛いしで、っていう、もうほぼトラウマみたいな、手術そのものがトラウマみたいなのもあったし、ずっとちっちゃい頃から自分だけの家族が欲しかった。自分の家族欲しかったけど、子供が産めなくなるなんて思ってもなかった、考えてもなかったから、子供産めなくなるし、また手術だし。改めて赤井さんの今初めて聞くんですけど、がんの種類。はい。何がんになるんですか？卵巣がんなんですけど、成熟性脳胞奇形種悪性転化っていうめっちゃ長くて、だいたいその卵巣脳腫、普通の良性の腫瘍が、ごく 1% とか 2% の確率でがん化してしまう悪性転化。それのが、そのがん化してしまったケースで、確率的にも 1、2% なのに、大体の症例が40代から70代の方の症例しかなくて、20代の症例ってないって言われたんですよ。そういう希少がんって分かって、分かった段階で、それに詳しい病院にセカンドオピニオンは行こうと思ったんですけど、一番有名なところが、セカンドオピニオンで2週間かかるって言われたんですよ。で、その3回目の手術を早くやらないとっていう、もう、残すか、全部取るか、また選べって言われて、2回目の手術の時も、
選んでねって言われて、いや、私は子供産みたいから子宮残すって言ったら、よく考えてくださいって言われたけど、3回目でも、取るか取らないの選択肢は赤江さんにある。ありました。なんでかって、医者はデータがないから選べんって言われた。でも子供は産みたい。産みたい。でも取らなきゃ死ぬ。かもしれない。決めたきっかけはあります？友達かな？友達とか。周りが、赤江が死んじゃったら悲しむ人が多すぎる。もし赤江さん自身、自分がもし死んだ場合、家族とか友達がどう感じるだろう、どう思うだろうって考えることってあります？逆にそれしか考えなかったです。だって、私の持論だけど、死んじゃったらもう死んじゃったで私何も感じないけど、多分、私からしたら辛いのって残された人たちだから、自分は別に、友達とかには、その病気については、もうオープンに話してる。めっちゃみんな知ってます。でも家族はもちろんだと思うんですけど、家族、友達とか。はいはいはい。その希少がんで、どういう治療法をお医者さんに提案されるんですか？治療法は確立されてないので、普通の卵巣がんと同じ治療、同じ抗がん剤で、闘病、手術闘病合わせて全部で7ヶ月ぐらいかな。その子宮を全摘出するっていう、そう決めた時には、将来の子供を産みたいっていうのについてはもう諦めで、養子をもらいたいって思ったけど、もう90% ぐらいかな。諦めました。結婚することもできないでしょって思って。結婚に対する願望、結婚したいなっていう気持ちはめっちゃありました。なんならもっと早い段階で人生設計的には結婚してると思ってた。がんになってからやっぱ支えてくれる人とかは身近にいたり。いなかったです。いなくて、途中から現れました。途中から現れて、その方には何でも話せる。何でも話せる。どういう時にもすごいメンタル辛い時とかに頼ったりとか。めっちゃ知ってます。今までできなくて、あと逆になんか、周りが自分より悲しんじゃうから、こっちがちょっと元気づけなきゃいけないような状況が多かったんですよ。今まで。ね、なんかよかった元気そうでって言われなきゃいけないみたいな。なんか今話してきた中で、あんま弱い部分見せないのかな見せない。って思うんですけれども、そういう部分を見せれる人が現れた。まあ、いたんですけど。いたんです。そばにはいたけど、私は見えてなくて。でもなんか、年の初めぐらいに、2年後に生きてる確率が半分だよ、2年生存率 50% だよって言われた時に、じゃあ誰と一緒にいたいかなってめっちゃ考えたんですよ。その時にやっぱ出てきたのがちょっと今の旦那さん。一緒になりたい決めてみたいが、それこそ弱いところを見せられなくて、インスタでも結構ね明るいガンファイターやってるから、なんか泣けなかったんですよ。一人でちょっと泣くことはあっても、なんか泣いてなんかいられない状況すぎたからって時に、
こう一緒に遊んだ時にもう7年もね仲いいから、まあ、弱いとこも知ってるし、もう大号泣しちゃってブワーってで、その時にパッて横見たら彼も大号泣してて一緒に泣いてくれたんですよ。その時初めて誰かが一緒に泣いてくれて、なんかそれがすごい心が、その時だけすごい心が軽くなったんですよね。やっとちょっと安心できたじゃないけど、それがなんであんなに癒しっていうか自分の心が癒されたのかは未だにわからないけど、それがすっごい助かって、もう本人も泣いてんのにずっと大丈夫大丈夫絶対死なないからって言い続けてくれて。からの、がんの治療生活なんですけれども、一番辛い治療ってどういう治療？手術すっごい辛い、痛いし辛いし、体チューブだらけだしあれだったけど、でも抗がん剤は本当に辛いです。何もできない。ご飯も味覚障害で全部まずい。髪も抜ける。やっぱ女性の方だと特に脱毛はめっちゃきついです。めっちゃきついなと思うんですけど、もうそれがきつくて抗がん剤による治療をもうやめたいなんか思ったことはない？もう何度も思いました。一番やめたいなって思ったのは何で？もう元気になるためなのに死ぬほどきついし、死んだ方が楽じゃないっていうのがやっぱよぎっちゃうんですよね。全身が痛い。とにかく痛い。で、熱っぽくて頭も痛いし、体が全く言うこと聞かないような感じです。だいたいがんの寛解って5年って言われてるんですけど、卵巣がんの場合は2年再発転移なかったらもうほぼ寛解だろうって言われてるので、一旦の区切りは2年後。2年後、2028年までの生存率が 50%。50% の生存率ですって聞いて、どう思いました？なんか、それこそ、もう好きな人と楽しいことしようって思いました。死について考えることってありました？全然ありました。っていうか、なんか20代前半とか10代後半とかってみんなちょっと病むじゃないですか。死にたいみたいな。はい、あの時あんなに死にたかったのに、10年後に生きたいって思ってるんだって思いました。赤井さん、率直に聞くと死ぬことに対して怖いですか？怖い？嫌だ。それは何かやり残したり、何か大切な人を残していくことが嫌。そう。怖いか怖くないかで言われたら、なんかもうそこは慣れました。死の恐怖みたいなのはもうなんか慣れちゃった。仲間、家族、友達とかを残していくことが嫌だ。一番嫌だっていう。SNS でガンファイターで発信してますけど、その SNS で発信する理由って何ですか？誰かのためになると思うから。
がん検診行ってほしいし、がん保険入ってほしいし、だから一緒に頑張ろう。ファイターの人たちには一緒に頑張ろう。で、普通の病気じゃない人たちには、がん検診行こうね。がん保険入ろうね。のちょうど中間ぐらいにいたくて。だからがっつり闘病アカウントもやりたくないし、がっつり普通のアカウントも別にやりたくない。中間でいたい。で、SNS で発信してて、その、コメントとか、まあ、メッセージとか来るかと思うんですけど、なんか救われた言葉みたいなのってあります？いっぱいあるんですけど、それこそアノニマスさんの動画に出させていただいたときに、海外のフォロワーさんがいっぱい増えたんです。そのタイミングで。はいはい、その時に、世界中のありとあらゆる宗教からお祈りしてますっていう、神様からしたらめっちゃびっくりするじゃないですか。はいはいはい、赤江って誰ってなっただろうなって思って。それが一番おもろかったです。SNS で若い人に検診してほしい、がん検診行ってほしいってあるんですけれども、なんでそこまで伝えたい？今アカウント、やっぱアカウントやってると、日本中のファイターさんが、とかサバイバーさん集まってくる中で、20代意外と多いんですよ。20代、30代です。同い年の子もいれば、自分よりちょっと年下とか、いて、なんか、私たちの認識って多分、もうちょっと年配の方がやっぱり癌になると思ってたのに、意外と若い人多いし、で、まあ周りに若いガンファイターもいないから、赤江のアカウントでこうやってまあ情報共有じゃないけど、見れてよかったですとか言われると、やっぱり若いと月3000円ぐらいでがん保険入れるんですよ。若いければ若いほど安いんで、だから若い人が増えてるからがん保険を入らないと高額の治療が難しい。治療は高額だし、もうそもそも普通働けないです、治療しながら。無理です、抗がん剤やりながら働くの。SNS を見て、病院に私行きましたって言って。来る。来ます？来ます。一番嬉しい。やっぱどう感じるかって言ったら嬉しい。嬉しい。一番嬉しい。やってよかったなって。やっぱその人のために何かを発信したい。なんか同じ思いをする人を一人でも減らしたい。治療しつつ、今の赤江さんのお仕事って何やられてるんですか？お仕事はアイドルのディレクター？プロデューサーの横でメイク講師したりとか、SNS 見たりとか、教えたりとかして。それどのようなきっかけで始めたんですか？まあ、仕事なくなっちゃったじゃないですか、病気になって。で、日本で仕事探さないと治療しながらってなった時に、そのプロデューサーがもともとアイドルOG なんですけど、元アイドルずっとやってた子で、その子が仲いい友達で、一緒にやるって誘ってくれました。仕事している時って病気のこととかって忘れられます？忘れれますね。この子たちのためにも頑張んなきゃじゃないけど。今、赤江さん自身の今現在の将来の夢。アーティスト。アーティストどのようなアーティスト？画家と、あと、絵も好きだし、音楽も好きなので、DJ と画家やりながら DJ、でも DJ でも自分の音を作る、EDM とかそういうわーって感じじゃなくて、
すごいコアな感じなんですけど、プログレッシブサイケトランスっていうサイケ。サイケ意外っすね。とかテクノとかああ、はいはい。好きで、めちゃくちゃうまいですよね。嬉しい。ネットに上がってるの見たんですけど、塗り絵とかも。すごいですよね。嬉しい。売れんじゃないのかって思うんです何枚か買いたいって言ってくださってる方いるんですけど、後遺症で今指先足先しびれてて、けど。かなりこの前ちょっと書いてたんですけど、やっぱうまくいかなくて、ちょっと絵描くのはまだもうちょっと先なのかなって悔しいんですけど。でもいずれ書いてうん。販売したいとかそういうの。個展とかやっていきたいです。でも昔と今、その絵に対する興味っていうのは全く変わらず。変わってないですね。でもこの病気しなかったら、わかんなかった、気がついてなかったと思います。最後に、この取材通して、見てる方に対して一言伝えたいことって。がん検診行こう。がん検診。あと、がん保険に入ろめっちゃ保険にいます。やっぱ保険は大事。本当にお金でかなり苦労したんです。今回。で、保険に入っておけば、がんになりましたって分かった瞬間に2、300万とか出る場合があるんですよ。もう、治療中は働かなくていいぐらいの金額が出る場合もあって、やっぱ若い人のがんが増えてる中で、若いがんファイターってみんなお金で苦労してる。結構みんな大変な思いしてるから、保険に入っておくことってやっぱすごい大事。入っておけばよかったなって思いました。最後に今の赤谷さんにとって生きるって何ですか？生きる。もう今日だけ頑張るです。明日のことは考えない。今日だけ頑張る。明日は頑張らない。を毎日続けていく。ありがとうございます。ありがとうございました。以上です。大丈夫ですか？はい。ありがとうございます。